アメリカ発祥のセブンイレブン。日本に行ってから世界一コンビニ文化になったことについて本日お話しさせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。始まる前に改めまして、セブンイレブンを日本に持ってた鈴木敏文氏が亡くなられたことをご冥福をお祈りしたいと思います。テキサス州にいます。セブンイレブンといえば、テキサス生まれなんですよ。1927年にサウスランドアイスカンパニー、ダラス、テキサス州のダラス市で創立されて、最初はローカルで氷を売るということでできたお店なんですが、そのうち牛乳、卵、バター、乳製品も売ることにしたサウスランドアイスカンパニー。1946年になったら、それまではなかった朝7時から夜11時までを営業するという素晴らしいアイディアができて、その時にセブンイレブン、朝7時から夜11時までダラスでこのローカルのお店がやるという。1973年になって日本に目つけられました。イトーヨーカドーさんが話しに来ました。日本でセブンイレブンをオープンさせてくださいというライセンス契約の話が成立されて、1974年に東京東洋市の方で日本の1号店、セブンイレブンの1号店ができたということです。その時の日本の責任者、今現代の日本のコンビニ文化を全世界に素晴らしくできたのは鈴木敏文氏。アメリカのセブンイレブンというお店だったかもしれないんですが、本当に日本に行ってから完全に変わりました。今コンビニエンスストアって言っても、正直にアメリカ人としてセブンイレブンに行きたいと思わない。セブンイレブンに行かなきゃ、セブンイレブンにこれが特に美味しいからって食べに行こうというのはあんまりないんですよね。スラーピーというドリンクがあるんだけど、それも私は飲まないんですが、行きたいと思わないんですが、代わりに日本でできた1970年代から日本人の生活に合う日本の本当のコンビニエンス、働きながら動きながらすぐに簡単に安く手に入れられるものをほとんどどこでも大きな駅の前でできるコンビニエンスストアというのはさすがに日本人の考え方なんですよね。アメリカだけだったら、そこまでコンビニエンスストアにできたと思っておりません。私は言いたいのは、コンビニの文化っていうのは今全世界ですごいことになってるんです。日本に行きたいっていう人が多く、その中で何やりたい、どこに行きたい、コンビニに行きたいっていう人が少なくはありません。ものすごくもう日本のコンビニの動画、インスタグラム、X などなどのところに上がってきて、美味しいものを安く食べられる。とにかくコンビニに行かなきゃいけない。そのうちはセブンイレブンが多分一番外国人として遠くから日本を見てセブンイレブンに行きたいなと思う人が、私も含めて、多いと思います。実はこのチャンネルでスティーブ的視点のもう12年前の話になりますが、どうしてもどういったものが海外の人に、どういったところが外国人として日本は気に入ったのかというところをもうコンビニの撮影もさせていただいたもう数回も4、5回、6回とかもっとあるかもしれないんですが、よく取り上げさせていただいています。面白いです。アメリカにないからこそ面白いところがあるのか、もともとビジネス専攻の私が学校で勉強させられたセブンイレブンのすごい朝7時から夜11時までやったアメリカの発祥が、すごいなと思うんですが、その後日本に行ってからさらにすごくなったことをもう認めなきゃいけないですよね。もう本当にアメリカにまだあるセブンイレブンを見習わなきゃいけないところがいっぱいあると思います。美味しいもの。
安くすぐに手に入れられるものとか、健康じゃないものも多いかもしれないんだけど、一応健康的な部分は、特にアメリカのセブンイレブンの感覚から考えると、美味しいもの、健康的なものまだあるということですよね。そして、何でもできるよ。支払いとかもできる。チケットの予約もできる。何でもできるセブンイレブン、コンビニエンスストアですよね。アメリカではできないんですよ。セブンイレブンまだいっぱいあるんだけど、同じようなことはできないんですよね。綺麗なトイレの期待とかはできません。日本でセブンイレブンのトイレに行こうとすると綺麗です。すごいな。その改良っていうんですか。日本人がもっとアイデアを日本なりによりよくもっといいものをもっといいものにできるっていう力がすごいなと思うんですよね。最近話題になっているのは日本でおいしく外国人にすごい評価されている商品もアメリカで売ろうという話も聞いてるんですが、まだ自分では見てないです。卵サンドとか、サンド系のものとか、おにぎりとかもうやるという話があるんですが、セブンイレブンに行こうとしない。日本にいる時のスティーブとまた違うのか、普通のアメリカ人は行ってもドリンク買う。セブンイレブンがガススタンにつながってるから何かお水買いたい。考えたくないんでトイレを使う。塩なら使うっていうことはあるかもしれないんだけど、めったに行こうとしない。一方、日本にいるときは、セブンイレブンまでじゃなくても、コンビニはどこにあるのかって考えちゃうんですよね。すごいな。イトーヨーカドーと鈴木氏の考え方はすごいいいところに目がついたなと思いますね。93歳で亡くなられましたが、日本にぴったり会うための素晴らしい2万店舗以上のお店ができること、経営者、ちっちゃい会社、ちっちゃい企業の経営者として見て、すごいなと思います。アメリカは、ある意味では日本のコンビニを逆輸入になるのかな。しないといけないなと思います。してほしいなっていうこともあります。多分人気が出るともしもっと安心して寄りたいな、こういうのが美味しいから行きたいなっていうのがあれば、アメリカ人はもっとセブンイレブンに行くと思いますが、いかがでしょうか。日本人の方に質問があります。アメリカに行きます。アメリカでもう観光します。アメリカのセブンイレブンに行きたいなと思う方がいます。逆にね、外国人が日本に行きます。日本に行きたいです。日本に行きたいところは、のリストの中にセブンイレブンが入ってても全然おかしくはないです。そこまでのできたことがすごいなと思いながら、本当に鈴木敏文氏がすごい方だったんだろうなということは強く感じます。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。スティーブ的視点のグッズ、そしてウェブサイトのリニューアルオープンしました。stevespov.com アメリカでできた商品を日本に発送します。キャップ、シャツなどなどの商品がもうオリジナルもの、ステッカーなどキーホルダーもいっぱいありますので、ぜひチェックしてみてください。ここでしか買えないです。うちの星ブランドの富士ローストのコーヒー、星カフェと星ランチで焙煎しているものすごい美味しいコーヒーも日本に送ることは可能です。ぜひ、同じウェブサイト stevepov.jp にあるので、星のオフィシャルグッズもあるので、ぜひチェックしてみてください。アメリカから、テキサスから直接発送させていただきます。コンビニ業界に関していろいろな考えもあるかと思いますが、私は言いたいことはこれの一つだけです。もともとあった素晴らしいアイデアを日本化して、日本に合わせてここまでできたこと、日本人の改良の力、考え方、日本の市場にどうやってこういうアメリカの文化を合わせていくのかということが
素晴らしいことだなっていうことは私は本当に思いますので、鈴木敏文氏ご冥福をお祈り申し上げます。両国にいろいろアイディア、これは昔だったからってこうだじゃなくて、今でも面白いのあるんで、どうやって一つのアイデアを自分なりに、自分の国なりに、自分のところで売れるようにどうやって改良していくのかっていうこと、一つの文化までできることもあるかもしれないんですよね。コンビニ文化はそういうことになったことですよね。日々前進前向きにサムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では次回まで失礼いたします。